はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、リップルの最新情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の方から情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。まずですね、リップル社が XRP を証券として販売しなかった2番目の理由ということで、YouTuber 兼ですね、弁護士のジェレミー・ホーガンさんですね、またスレッドの方共有の方をしてくださいました。前回で、1つ目の理由ということでアップデートしてくださいましたけども、今回ですね、2個目ということで、またですね、共有の方をされてます。内容の方がこちらになります。リップル社が XRP を証券として販売しなかった2番目の理由ということで、トーレス裁判官の最近の意見は XRP が有価証券として販売されていないと判断するためのヒントを与えてくれてますと。で、判事は、テストの第3項として、購入者が他社の努力から完全に利益を求めていたことが必要であると述べていますと。これは最初のテストでしたが、その後の判決でこの要件が緩和され、基本的にテストから完全にが取り除かれましたと。しかしこれは興味深いことですと。XRP の購入者がリップル社の努力に頼っていたことを示す証拠として、SEC は専門家証人を雇い、意見を述べさせましたと。そして驚くなかれ、彼は自分が雇われて発言したということを述べたのですと。しかし裁判官は最近の命令で、彼の証言のその部分を、特に削除しましたと。これにより、SEC の専門家承認はテストの3番目の条項について、証言する唯一の専門家となりましたと。専門家はリップル社が XRP の価格を操作したと証言していますと。しかしテストが問うのは XRP 購入者が XRP を購入する際に何を考え何を知っていたかということですと。そして専門家は XRP 購入者が価格操作について知っていたとはどこにも書いていないと。実際専門家はリップルが行っていることは人々に知られないように秘密裏に行われていると述べていますと。で、リップル社の行動を結びつけずに証言は証明としてこれで失敗していますと。そのため SEC は第3項の証拠としてリップル社が行った様々な発言の不鮮明さを残していますと。これらには販売資料、ツイート、XRP の価格上昇はリップル教であるという声明が含まれていますと。そして XRP の買い手が、これらを見たという証拠は全くないと。一方、リップル社には XRP が通貨と資産、公的に見なされたことを証言する証人がいますと。SEC はスーダン訴訟に巻き込まれた6人の XRP 保有者を見つけてそうではないと言いましたが、リップル社にはこれらの発言に対抗する数千人の XRP 購入者がいますと。最後に SEC 自身の専門家は2018年以降のほとんどの XRP の値動きはリップル社が行うこととは何の関係もないことと、SEC 自身がね、認めていますと。これらの理由から圧倒的多数の証拠は XRP 購入者はリップル社の努力に頼っていなかったということですと。合理的な陪審員は SEC が提示した証拠の少なさを見て SEC がハウェイテストの第3項を、証明する責任を果たしたという結論に達することはありえませんと。したがってリップル社は勝つべきでしょうと。これが2番目の理由ですということですね。で、これに対してですね、ユーザーの方、これに質問しておりまして、つまり XRP の投資家は純粋に利他的で、リターンを期待せずに XRP に資金を投入し、さらにゼロまで、乗り続ける覚悟はあったということですかということで、法律では投資目的だけではダメなんですと。そうでなければあなたの家も漫画も、金も、すべて有価証券になりますということで、だから他社へのね、利益の期待というのがそこに含まれないといけませんよということですね。ということでまたね、ジェレミー・ホーガンさんですね、2個目の理由として、ことで、ね、共有の方をしてくださいました。3個目が出るかちょっとわからないですけど、また出ましたらですね、共有の方をしていきたいと思います。はい、で、続いてですね、こちら、リップル社の最高、法律顧問のですね、スチュアート・アルドティ氏って方ですね。SEC は最高裁で過去6件のうち、5件敗訴していますと。アップデートということで、SEC、コクランということでですね、アップデートしましたよと。前回5個から4個だったのが、6個から5件ということでですね。何かと言いましても、この SEC とコクラン訴訟においてですね、この、コクランさんって方は SEC からですね、内部で、裁判を行おうと言われてたんですけども、それを却下して最高裁の方が、ちゃんとした連邦裁でね、裁きをしましょうということで、却下されたということですね。で、内容の方がですね、こちらになります。
この方ですね、コクランさんって方は NCLA というね、機関のクライアントであって、ミシェル・コクランさんって方ですね、2016年にこのシステムの犠牲になって、米国証券取引委員会 SEC から連邦会計基準違反の、疑いで告発されました。で、テキサス州の公認会計士であるコクランさんは、2013年までですね、小さな会計事務所で監査役として働いていたと。で、シングルマザーである、コクランさんは生活費を稼ぐためにパートタイマーとして働き始め、彼女が会社を辞めてから3年後、SEC は会社に対して強制訴訟を起こし、彼女が会社の規則違反の疑いを助長したと主張して、彼女を被告として指名しましたと。2017年、コクラン氏の ALJ は、彼女に、不利な判決を下し、2万2000ドルの罰金を、課し、SEC での、会計士としての業務を、5年間、禁止したと。だから ALJ っていうのはその SEC が用意した裁判官ですね。で、その後ですね、2022年5月16日、米国最高裁判所は2022年11月7日に口頭弁論を行って、本件に上訴状を発行したと。で、2023年4月14日、連邦最高裁判所はミシェル・コクランが行政裁定を受ける前に、連邦裁判所で ALJ の除去保護の合憲性に異議を唱える権利を有すると判断と。で、前回一致で法廷に書き込みましたと。ケイガン判事の意見は、証券取引委員会、証券取引所法及び連邦取引委員会法に定められた法廷審査制度は、SEC や FTC の構造や存在を違憲とする主張に対する連邦裁判所の質問裁判権を奪うものではないと述べていますと。で、通常の法廷審査制度は、連邦裁判所がこれらの異常な主張を受け入れることを妨げるものではないと彼女は書いているということですね。で、これに関してですね、また、ジョン・ディートンさんですね、弁護士の方、集団訴訟の、ジョン・ディートンさんですね、こちらに関して、SEC は案件ごとに信用を失っていくと、行政判事がいかにこの女性をいじめたかを読んでくださいとツイートされてまして、このスコット・ジョンソンさんっていうね、ツイートをですね、引用して説明の方をされてます。SEC が、連邦裁判所で 90% の勝訴ではなく、69% の勝訴であることをお読みくださいと。SEC はまた、過去6件のうち5件で、最高裁で敗訴していますと。で、このスコット・ジョンソンさんですね、共有してくれた記事になります。SEC はコクランさんに対して、裁判所でなく内部の法廷で審理することを、選択しましたと。で、SEC はこの事件を SEC の内部法廷の一つに割り当てたと。だから自分のね、内輪の機関で、やろうと。で、審問官は、行政法判事または ALJ と呼ばれているようですね。で、この報道によれば、その ALJ は和解の話し合いの際に、当局の執行部門に不利な裁定を下したことはないと、被告側にね、警告する習慣があったと。だから驚かすようなね、ことを毎回言うね、習慣があったと。で、それに対して、コクランさんはその言葉には耳を傾けなかったようだと。彼女は和解を拒否し、その後に、行われた聴聞会では、自ら代理人を、務めるように求めた。しかし、それはうまくいかなかったと。で、その後 SEC や FTC のような機関はですね、調査官と検察官と裁判官の機能を一つにまとめており、手続きや証拠に関する規則も自分たちで決めた緩やかなものを採用していますと。数字で見るとこの勝負がいかに傾いているかがよくはわかりますと。2010年から2015年にかけて SEC は連邦裁判所に持ち込まれた事件の 69% に対して争われた社内手続きの 90% で勝利していますと。だからうちのね、その裁判を利用して 90% で勝ってるんですよと。で、これですね、NCLA のツイートの方ですね、共有の方されてまして、NCLA の初のスコッタスの勝利で、最高裁はミッシェル・コクランが SEC 裁判を、ALJ ではなく、本物の連邦裁判所で審理する資格があることに同意しましたと。ミシェルは SEC 対、コクランにおける最上の憲法上の主張を説明していますということで、で最高裁でね、だからまたね、敗訴して、6件中5件敗訴して、今回ね、連邦裁判所で、判断しなさいということで、SEC が負けてね、この件に関しては連邦裁判所でね、審理される必要がありますと。で、それに関してはまたね、SEC が全部勝つわけではなくて、そこでまた SEC が負ける可能性がありますので、またね、今後、引き続きですね、こちらの方も情報の方を追っていきたいと思います。
はい、ここまでがですね、SEC 関連、リップル関連の最新情報になります。で、僕の方はですね、まだ略式判決の方ですね、決定されておりませんので、引き続きですね、リップルの情報、あとはですね、他にもフレアネットワークス関連とか、あとはソロジェニック、コアリウム関連ですね、情報の方、毎日ですね、海外の方から情報の方を精査してまとめております。できるだけ動画の方もですね、毎日配信できるように頑張っておりますので、よかったらまた別の動画も見ていただければと思います。またですね、質問に関しても受け付けておりますので、動画の概要欄、コメント欄の方に僕の公式 LINE のリンクですね、貼っておきますので、何かね、気になること等ございましたら、そちらからでご連絡いただきましたら、僕の方でご対応させていただきますので、よかったらよろしくお願いいたします。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安さん流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利 20% 以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINE の登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方に全てね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。